わしじゃ、不気味度魅力じゃ。今回は、アクション RPG の原点とも言える、ハイドライドのファミコン版、ハイドライドスペシャルをプレイしていくのじゃよ。ネタバレあり、回復とレベル上げは時間短縮のため倍速モードなので、未プレイの人はそのつもりでな。本作は、まずいきなり主人公ジムとしてフェアリーランドの世界に放り出されるところから始まる。見つけた洞窟に入ってみるも、真っ暗で進めない。周りの敵に少しでも触ると、すぐダメージを受ける。右側のゲージと敵の表示を比べて、自分がスライムと同等の弱さだということを思い知らされる。モンスター以外の NPC もなく、どこに行けばいいのか、何をすればいいのかわからない。宝箱を見つけたので、近寄ると、あっという間にやられてゲームオーバー。理不尽ではあるが、プレイヤーはまさに主人公ジムと同じたちが、同じ気持ちになれるのじゃ。つまり役割を演じる、ロールプレイングということじゃな。本作は RPG とアクションゲームを組み合わせてアクション RPG というジャンルを切り開いたゲームの歴史上とても重要な作品なのじゃ。多少不親切な点はあるが、歴史を刻んだ古典に触れる楽しさをぜひ感じてもらえればと思うのじゃ。まずは最低限強くならなければ、ということでしばらくスライム退治でレベル上げじゃ。攻撃自体は体当たり方式で A ボタンを押しているとアタックモード、離すとデフェンドモードでの攻撃となる。ちょっとわかりにくいが、右下にどちらのモードかは表示される。アタックモードは与えるダメージも大きいが受けるダメージも大きい。デフェンドモードはその逆じゃな。しばらく戦っていると相手の進行方向から攻撃すると反撃を食らうが、背後からだと反撃を受けずにダメージを与えられることに気づくのじゃ。昨今のいわゆる死にゲーと同じく、アクションゲームとして体感的に攻略方法を覚えていく楽しさじゃな。ちなみに、動かずにじっとしていると時間経過で体力回復じゃ。本作は1986年3月18日に東芝 EMI より発売されたファミリーコンピュータ用タイトルじゃ。オリジナルは1984年12月13日に PC8801 向けに T&E ソフトより発売されており、魔法が使えるなど若干の変更を加えて移植されたのが本作じゃ。ジャンルとしてはアクション RPG じゃな。ストーリーは3つの宝石の力で平和が保たれていた人と妖精が共存する異世界フェアリーランドが舞台じゃ。悪魔バラリスの封印が解け、王女アンは3人の妖精の姿に変えられ、連れ去られてしまった。勇者ジムは王女アンを助け、悪魔バラリスを倒し、フェアリーランドを救うため立ち上がったのじゃ。このストーリーからわかるのは、3つの宝石を集めるのと、王女を救うには3人の妖精が揃う必要がある、ということくらいじゃな。さて、もうスライムを倒しても経験値が得られなくなったので、今度は別のレベルアップポイントを探すのじゃ。この迷宮にいるオクトパスが次の相手じゃ。スライムと違って向いている方向がわかりやすいのが助かるのじゃ。しばらくは後ろから襲いかかっては倒し、ダメージを受けたら回復を繰り返してレベルを上げるのじゃよ。ちょっとせこいというか、勇者にしては情けないありさまじゃが、誰にでも下積み時代というのはあるのじゃ。
実は本作ができるまではアクション RPG というものは存在しなかったのじゃ。アクションゲームにはキャラが一時的に強くなるパワーアップはあっても、育てるという要素はなく、ストーリーに沿って謎解きをするというのもなかった。そして当時の RPG といえばコマンド式のウィザードリーのような 3D ダンジョンものばかりで、アクション要素がある RPG はなかったのじゃ。アクションゲームでありながら経験値を増やしたりアイテムを手に入れることでキャラクターが成長したり、謎を解いてストーリーを進めていく RPG 的な要素があるゲーム。今では珍しくもないこのゲームシステムの原型と言えるゲームがこのハイドライドなのじゃ。後のゼルダの伝説やイースシリーズに大きな影響を与えた作品であり、ハイドライドがなければアクション RPG というジャンルは生まれなかったかもしれない。まさに始まりを体験するという古典を紐解く感じで今回はお送りするのじゃ。初めてという意味ではこの画面レイアウトもかなり画期的だったのじゃ。当時のゲームはまだまだグラフィック的な制約からステータスなどは数字のみで分かりにくかったので、本作のようにゲージでライフや経験値が分かりやすく表示されているのはユーザー層を広げたと思うのじゃ。経験値のゲージがたまるとレベルが上がり、ライフや力のゲージが増えると強くなるというのは分かりやすいからな。トップビューの 2D フィールドというのも見た目のビジュアルが華やかなだけでなく、森や川、城などのオブジェクトとその位置関係が把握しやすいのじゃ。当時の RPG がこんな感じだったことを踏まえると、とっつきにくさがよくわかると思う。セーブやアイテムなどがすでにウィンドウ形式というのもすごいな。もしかしたらドラゴンクエストなどにも影響があったかもしれないのじゃよ。あとはファミコン版に限っての話じゃが、いわゆる一時セーブ機能があるというのも当時としては斬新じゃ。まだバックアップラムがなかった時代なので、セーブといいとパスワード形式なのじゃが、本作はパスワード以外にも電源をつけている間だけデータが残る一時セーブ機能があったのじゃよ。セーブのたびにいちいちパスワードをメモする必要がなく、電源を落とすときだけパスワードをメモすればよい。というのは長い時間プレイするゲームとして、当時は非常にありがたい機能だったのじゃ。ある程度レベルが上がったので、いよいよフィールドの探索に出発じゃ。まずはオクトパスのいた迷宮から見えた宝箱を目指して進むのじゃ。迷宮の中にも宝箱が見えるのじゃが、まだちょっとあの中に突っ込んで帰ってくる自信がないのじゃよ。宝箱からはクロスを手に入れたのじゃ。いわゆる十字架じゃな。そういえば墓場の奥にも宝箱があったので行ってみるのじゃ。少なくともさっきみたいに一撃でやられるようなことはないはずじゃ。ゾンビは結構強いが、なんとか避けつつ宝箱へ向かうのじゃ。なんとなぜか宝箱が取れないのじゃ。この宝箱を取るには何か条件があるのじゃ。またやられそうになったので、慌てて墓場から脱出じゃ。このように誰かのヒントを聞くのではなく、自分の体感で世界を知っていく楽しさはまさに冒険じゃな。
もうスライムは敵ではないのじゃ。確実に自分が成長して強くなっているという実感はアクション RPG ならではの感覚じゃな。さて、先ほどクロスを手に入れたことで何かゲームを進める変化があるのじゃ。今まで入っていなかったここのごつい城に入ってみるのじゃよ。ここは他の洞窟のように真っ暗ではないのじゃ。コウモリはいるが敵ではないな。なんかいたのじゃ。そう、ここにはヴァンパイアがいるのじゃ。クロスを手に入れたことでこのヴァンパイアが倒せるようになったのじゃよ。あ、こっちが死んだのじゃ。さすがに正面からアタックモードは無謀だったのじゃよ。気を取り直して再チャレンジじゃ。こういう時に一時セーブ&ロード機能が役に立つのじゃ。背後からこっそりと。ちなみにクロスがない状態だと全くダメージが与えられないのじゃ。ああ、なんでこっちに来るんじゃよ。しかし背後からの攻撃とか勇者にしては卑怯なことこの上ないな。すべては世界平和のためなんじゃよ。なんとか倒したのじゃ。倒したら宝箱が出現したのじゃ。なんとランプを手に入れたのじゃ。ランプということは暗い場所を照らせるアイテムじゃ。つまりこれで真っ暗な洞窟も見えるようになるのじゃ。アイテムの入手で進めるフィールドが広がっていく。これもまさに本作の RPG 的な要素じゃな。以前に来た時は真っ暗だったこの洞窟も明るくなっているのじゃ。宝箱も見えたのであれはぜひ取りたいところじゃな。一旦まずはセーブじゃ。このウィスプとかいう敵結構強いな。しかも壁を無視するので動きが読めないのが厄介じゃ。死にかけくらいまでにダメージを負ってたので一旦戦略的交代じゃ。ちなみに草原以外だと体力回復の速度は遅くなるのじゃよ。とりあえずあの宝箱だけはなんとか取りたいのでまたチャレンジじゃ。うまくリスクを避けていくのじゃ。こいつもスライムと一緒でどちらが進行方向かわからないのじゃよね。おお、なんとかゲットしたのじゃ。しかも賢者よ。問題はこの残りライフで出口まで戻れるかじゃ。なんとか無事に戻れたのじゃ。剣を手に入れたので攻撃力が1メモリ分上がったのじゃよ。これは嬉しい。とりあえずは回復じゃな。さて、ラントを手に入れたところで剣ともう一つ入手しておきたいアイテムがあるのじゃ。真っ暗で先に進めなかったもう一つの洞窟じゃな。ここにはゴールドアーマーとピンクのレディアーマーがいるのじゃ。そして
レディアーマーの実を3体連続で倒す。すると、防御力を上げるシールドを手に入れることができるのじゃ。防御力を示すパラメータがないので、上がったかどうか、いまいち実感はないのじゃが。これは本当にノーヒントの上に、クリアに必須なアイテムではないので、気づかない人も多かったと思うのじゃ。一旦これである程度装備が整ったので、本格的にゲームを進める前にできるだけレベル上げをするのじゃ。レベル上げは、リスクが一番経験値がもらえるので、ちょっと辛いのじゃが、ここで頑張るのじゃ。この辺りになってくると、アタックモードでの攻撃はできるだけ避け、敵の背後からデフェンドモードでの攻撃が一番確実、というのが分かってくるんじゃよ。本作を開発した内藤時弘は、同時期の1984年に発売されたドルアーガの塔やザ・ブラックオニキスを参考にしたとされている。確かにドルアーガの塔は成長要素こそないものの、謎を解き、アイテムや装備を手に入れ、主人公を強化しながらクリアを目指すという意味ではかなりアクション RPG に近い。普通に進めるだけではドルアーガを倒し、カイを助けることができないというのも RPG 的な要素じゃ。また、ザ・ブラックオニキスはウィザードリーと同じく 3D ダンジョンを探索するコマンド形式の RPG じゃ。あくまでパラメータなど数字での表現が多かったウィザードリーと違い、ライフや経験値をゲージにしたり、武器を装備するとグラフィックが変わるなど、ビジュアル的な要素に力を入れて分かりやすくしたのが、当時は画期的だったのじゃ。そう考えると、このハイドライドは、ドルアーガの塔にウィザードリーの RPG 要素や、ザ・ブラックオニキスのビジュアル的な分かりやすさを加えて、練り上げられたアイデアによるものと言えるかもしれない。このハイドライドのアクション RPG という発明は本当に革命的だったのじゃ。ゼルダの伝説は本作の発展型と言えるし、その後はキングスフィールドやモンスターハンターへと進化し、直近ではエルデンリングなど今なお進化を続けているわけじゃからな。当時のプレイヤーとしても、今までは決まった方向に進んで敵を倒すだけだったアクションゲームが、広大なフィールドを好きなところに移動し、敵と戦ったり、アイテムを集めたり、自由に楽しめるようになったのじゃ。今でいい、オープンワールドゲームに出会ったような感動と衝撃だったのじゃよ。古典的なゲームではあるが、実はゲームの楽しさの本質に触れてみるのには非常に良いゲームだと思うのじゃ。さて、そんな話をしているうちにレベルも上がったので、次回は本格的にゲーム攻略を進めて悪魔バラリスを倒すのじゃよ。今回はここまでじゃ。では、次回もよろしくな。